サルどうも、皆さん本日もお疲れ様です。良き季節やってきましたね。いや、非常に良き季節。今日はそんな良き季節にフルコース作っていきます。お家で簡単に作れるクリスマスやその他ちょっとした祝い事に使える簡単フルコースレシピです。割と前からリクエストあったんですけどね、どのタイミングでやろうかなと思って、ちょうど今日いけるなって思ったんで動画にしました。フルコースって言っても前菜とスープとメインっていう感じですね。なのでコース仕立てって言った方がいいのかな。フルコースっていうともしかしたらちょっと大げさに聞こえるかもしれないんですけど、とにかくお家で簡単に、簡単すぎても良くないんですけどね、ちょっとだけこう背伸びしたようなレシピということで、まずはもうこの動画の通りの段取りでいいと思うんですけど、鶏もも肉です。これはメインですね。メインのお肉料理で鶏もも肉のコンフィ作っていきます。塩と胡椒しっかりと味をなじませておきましょうか。やっぱりチキンはいいですよね。花があります。でなるべくタイム、ローズマリー、あとは、ローリエ、そしてニンニクあるといつもの鶏肉とはちょっと違った風味になるので、使用することを全力でお勧めします。もしフレッシュハーブがないっていう場合はドライでもいいと思います。ドライだったらスーパーに普通にね売ってるとは思うんで、チキンソテーでもいいんですけど、家でコース料理何品か作るうちの一つとしてコンフィってかなり使い勝手いいと思うんで、ハーブとオイルでこういう風にジップロックとかで脱気してしまえばほっとくだけなんでね、炊飯器とかの保温でもできますから。今回僕はボニーク、いわゆる低温調理、これがあるんで使ってしまった方が温度の微調整が効くんですけど、ないお家っていうのも当然あるじゃないですか。なのでその場合はさっき言ったように炊飯器の保温だったり、鍋にお湯張って一旦沸かしたら、その後も超弱火とかにして3時間とかですかね。これも3時間ぐらいです。だいたい75度とかで3時間ですね。炊飯器だとちょっとだけ温度高いかもしれないですけどね、80度ぐらいかもしれないですけど、そんな変わらずにできます。で、その3時間の間に次はスープも作っていきます。作っていくスープは長ネギ。そうなんですよ、長ネギかと思う方もいるかもしれないんですけど、長ネギのスープ美味しいんですよ。いわゆるフランスだと西洋ネギ、ポワロですね、使ったスープ作ったりするんですけど、それの長ネギバージョンで、もちろんポワロとはちょっと風味が違うんで味の調整は必要なんですけど、でもかなり美味しくできるんで、ポイントはじゃがいもを使うところですね。じゃがいもを使って、ちょっとでんぷんのこの濃度を出して甘みをしっかりと補填する。長ネギで甘み出すっていうのもすごく大事なんですけど、やっぱ長ネギの甘みだけじゃ表現しきれない部分をじゃがいもにお願いするっていう感じですね。もし玉ねぎもあれば玉ねぎも使ってください。絶対じゃないんですけど、どっちかっていうとじゃがいもの方が絶対使ってほしいです。でバターとオリーブオイルで軽く塩して炒めていく。これでまず長ネギの辛みを取ってしっかりと甘み出していくところが一つポイントです。焦らずね、じっくりと甘み出します。強火で炒め始めて、でそこからはもう弱火に落として蓋してだいたい10分とかですね。こんな感じでクターっとしてくるんで、そしたら長ネギと同じく薄くカットしておいたじゃがいもも加えて、じゃがいもがこう半透明に
なってきたらですね、ブイヨン加えます。市販のお湯で溶くやつで大丈夫です。チキンブイヨン、コンソメでもいいんですけど、コンソメだとちょっと香り強すぎるんで、個人的におすすめしてるのはチキンブイヨンですね。でこのチキンブイヨンを加えるじゃないですか。落とし蓋をして、でこのままもう30分から50分ぐらいゆっくりと弱火で柔らかく甘く煮込んでいく感じです。その間にメインの鶏もも肉のコンフィの付け合わせですね。まずはオレンジ用意してもらって、カルチェにカットで、あとはクレソンです。そんなのをねこうわちゃわちゃ準備してると結構いい感じに30分とかね過ぎるんですよね。長ネギの様子を見てもらって、もうだいぶブイヨンがこう長ネギのなんでしょうね、中まで染み込んで美味しくなってると思うんで、牛乳と生クリーム少量加えたら火を止めて、ハンドブレンダーでしっかりと、ミキサーしていきます。長ネギがやっぱどうしても繊維質なので、ちょっとね回したぐらいだと足りないんですよね。個人的に3分から5分、3分だともしかしたらちょっと甘いかもしれないですね。5分とかしっかりこうミキサーで回してもらって、でも繊維をとにかく細かくなじませる。そうするとね滑らかなスープになります。そう回しがね甘いと、この裏ごしした時にね全然通らないんですよね。全部引っかかっちゃって、もちろん裏ごししなくてもいいんですけど、せっかくのねこう玉の日に作るとかだったらちゃんと裏ごしして滑らかなスープにした方がいいと思うんで、意外とやっぱミキサーこう回す時間っていうのは大事になります。ほんとねさっと回すのと驚くほど変わるんで、気になる人はねやってみていただけたらと。そんな感じでスープもねもう出来上がりましたね。そうですね、スープももうほとんど塩してないんで、最初の長ネギの塩ぐらいですかね。そしたら次は前菜のいちごです。前菜はいちごと生ハムとブラータを使います。これもねそんな難しくはないです。作業自体は簡単なんですけど、味をしっかりと決めて、なんでしょうね、なかなか家だと食べれないなっていうような感じに持ってくっていう。スープもやってメインもやって、前菜の工程が複雑だとね結構疲れると思うんですよ。あと美味しい状態でメインとかを食べれなくなっちゃう可能性もあるんで、作業自体やっぱシンプルにするのは大事かなと。そんな感じで、白ワインビネガーと蜂蜜と塩でいちごのこうポテンシャルを上げておきます。ポテンシャルを引き出すといった感じですかね。そこにピスタチオです。アーモンドも全然相性いいんですけど、個人的に今回はやっぱもうピスタチオがドハマりすると思うんですよね。ちなみにブラータってあれです、モッツァレラチーズと生クリーム混ぜた、チーズなんですけど、結構こうミルキーで贅沢な味わいなので、やっぱこういったイチゴとかシンプルな素材がすごく合うと思います。フルーツ結構ねいいと思いますね。やっぱ時期的にイチゴですね、おすすめは。そんなわけでスープと、前菜のパーツの準備も出来上がってきて、その頃には鶏もも肉のコンフィもですね火が入ってくる頃合いだと思うんで、お湯から引き上げていただいて、しっかりとなんでしょう、水分拭っておきましょう。この後表面焼くんで、そのままもう食べてもらってもいいんですけど、最後にね表面焼いた方が美味しいんですよね。でその焼くにあたりやっぱ液体があるとね焼き色をつけるのに邪魔になっちゃうんで、こんな感じで、クッキングシートで焼いてもらった方がいいと思います。ゆっくり火入ってる鶏なんで、やっぱもうゼラチンブリブリ外に出てる
ので、それをフライパンで焼くってなるとね、フッ素加工だったらまあ問題全然ないとは思うんですけど、まあそれでもねクッキングシートを引いた方が多分綺麗には焼けると思います。で、重しはしっかりしてもらって、表面カリッと香ばしく焼いていきます。割と焼き色つきやすいですからね、中火で大丈夫です。強火は控えましょう。こんな感じでいいっすね。コンフィにした鶏もも肉の表面の皮をねこんな感じでカリッと焼くとね、もう最高にうまいんですよね。で付け合わせで用意しておいたクレソンもこの香ばしい美味しい香りのあるフライパンでちょっと炒めます。そうすることでクレソンのねストレートな苦みもちょっと穏やかになって食べやすいんで、ただフレッシュなクレソンが好きっていう方はもちろんそのままで、全然問題ないです。カットしておいたオレンジも加えて、オレンジのジュースもねちょっとだけ合わせましょう。それで味付けで塩少々、胡椒少々といったところですかね。でもしなんでしょうね、気持ちに余裕がある方はコンフィにしておいたさっきオイル取り除いたと思うんですけど、それも味付けに加えてもらえると一体感が出て美味しいと思います。でちょっとね冷蔵庫にディル余ってたんでディルも加えました。はい。でこの1枚で2人分ぐらいかな、半分にカットします。まあもう火入れはもう問題ないですね。もちろん75度で3時間も入れてれば。ちなみに70度まで落として4時間半ぐらい火を入れるとほんと綺麗に柔らかく火入るんですけど、今回は内容的に3時間でいけちゃいそうだったなと思ったので75度にしてます。で、今は前菜の盛り付けですね。ちょっといちご潰したのはなんでしょう、味が馴染みやすいように潰してます。綺麗にカットしたものだけだとねちょっと味がなんだろうな、綺麗すぎるというか。で、生ハム添えてブラータ添えて、ブラータもカットしてこの断面にちょっとオリーブオイルと、黒胡椒、塩少々味付けすると全体に締まるんで、盛り付け的にもね個人的にはこっちの方が好きですね。ブラータはそのまま添えるより。でミントめちゃくちゃ合うんでぜひミントで、焼き上がった鶏もも肉、盛り付けはお好みで、このオイルもねもしなんでしょう、心に余裕があったらぜひ添えてください。順番としてはねやっぱこの鶏もも肉に合わせる感じですよね。この鶏もも肉がやっぱり一番温度ピーク一番熱い状態にしてから冷めやすいと思うんで、前菜とメインの盛り付けが終わったらスープといった感じです。これが一番冷めないと思うんですよね。それぞれの状態も変わりづらいかなと。もしくは人によっては一皿ずつ出す人もいると思うんで、その場合はそんなにシビアにやらなくてもいいと思うんですけど、一気に出したいっていう方はこんな感じで冷めないようにテーブルに盛り付けられると嬉しいですよね。こういう日はもうスパークリング一択です。この季節にドンピシャですよね。これ以上合うものないと思うんですよね。やっぱスパークリングだったりシャンパーニュだったりが一番この季節には合いますね。いただきます。ブラータうまそう。いやうまっ。ブラータのミルキーさといちごの甘み酸味っすね。と生ハムのうまみとでミントが想像以上にねこれねキレを出してくれててめちゃくちゃいいっす。ほんといい働きしてる。これ一発目はねテンション上げてくれますよ。いちごの甘さあるじゃないですか。そこにこの
スパークリングの酸味、キレっていうのがすごくよくマッチしてて食べ進みますこれは。で次は長ネギのスープですね。浮き身でちょっとマッシュルーム添えました。これいいや。この野菜の甘さいいっすねやっぱり。やっぱさっきのイチゴの甘さと全然違うんですよね。この野菜の甘さにスパークリングのこの柔らかい泡とかミネラル感ですねっていうのがすごくこれもね合うんですよ。でこれじゃがいも入れてるから長ネギのね甘さがすごくよく引き立つんですよね。じゃがいも入れてないとやっぱ長ネギダイレクトに楽しめてそれはそれで美味しいんですけど、若干深みが足りなかったりする場合もあるんで、じゃがいも入れるっていうのはねなんかもう大正解なんじゃないかなって思ってますね。でこれがメインの鶏もものコンフィ。見るからにうまそう。皮すげえいいな。コンフィにしてるから柔らかいし、でオイルのおかげですごいジューシーになってますね。ニンニク、タイム、ローズマリー、ローリエの香りが、もうこの香りだけで美味しい。香りだけで美味しいのに鶏まで食べて美味しいからもうなんか最高。鶏を焼いたフライパンでさっと火を通したこのクレソン、これもね苦味がちょっとだけ穏やかになってて、コンフィの油の香りもするし、そこでオレンジの酸味っていうのがねスッとこの後味を良くしてくれる。すごいもんね。やっぱ75度とか70度とかですね。それで3時間70度だったら4時間ぐらいじっくりとゆっくりとコンフィにすることによって旨味がね逃げないで中にギュッと詰まってくる感じがするんで、コンフィならではですよね。これはうまいよ。これは何気ない素材を劇的に変える調理法の一つだと思うんですよね。でねこのスパークリングがねまたねこれ鶏にも合っちゃうんですよね。ちょっとこうスパークリング自体もほのかにクリーミーでナッティーな香りもあったりするんで、これがねこの鶏の油っていうのをすごくこう軽やかに仕立ててくれるんですよね。スキッとした感じで全体を通してこうスパークリングで完結できるっていうのがね今回のこの組み合わせとしてもすごく面白いんじゃないかなって思います。ちなみにこのスパークリング変えちゃいますからね、概要欄からリンク貼ってるんでそこから飛べますから、ちょっとでもね覗いてくれると嬉しいですね。というわけでクリスマスのお家でできる簡単フルコースでした。ぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。